はい、こんにちは、りさです。前回 J リーグ遠征あるある前半戦ということで12個ほどインスタグラムで募集した遠征あるある紹介したんですけれども、今回はその後編ということでお送りしていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、60個ぐらいね、回答が来てたので全部はお伝えできないんですけど、またね、抜粋してご紹介していこうと思います。たくさんご回答いただきましてありがとうございます。はい、それでは行ってみましょう。はい、あるある一つ目ですが、現地でしか食べれないスタグルを漁りまくるということで、これはやっぱね、アウェー遠征あるあるではあるかなと思います。なんか特にね、地方とか行くとやっぱそこの名物とかはやっぱ気になるかなと思います。あとはもうそこのスタジアムでしか出てないような限定グルメみたいなのは必ず押さえておきたいなというところですね。でもなんかもう一つあるある二つ目になっちゃうんですけど、もうスタグルめちゃめちゃ漁りたいんだけど、そのスタグルが混みすぎて行きたかったけど諦めるっていうのはすごく私あるあるですね。そう、あらかじめこれ食べたいなっていうのを決めておくんですけどそう、なんか大体めちゃめちゃ列並んでて、もう練習始まっちゃうとか試合始まっちゃって多分間に合わないから、もうその辺の適当に並んでないところに並んじゃうっていうのはめちゃめちゃあるあるだなと思います。だからスタグルを楽しみたいんだったら、もうあらかじめ時間に余裕を持って行かないといけないかなっていう感じですね。だからなんかそこの地でしか食べれないものっていうのは、私もすごい気になってるけど、実際もうね、なんかめちゃめちゃ並んでてあんまり行けてないっていう感じですね。今年だとそこ限定というか、浦和レッズのキッチンコオロギのローストチキンとかは全然並ばずに食べれたのでよかったんですけど、そうですね、なんか大体スタグルって並んでてなんか全然食べれないって感じです。だからあらかじめ時間に余裕を持って行動しましょうはい、スタグルはめちゃめちゃ並ぶので気をつけてください。でも今モバイルオーダーとかもあるかもしれないんで、ちょっとあらかじめそれチェックした方がいいですね。結構なんか私当日になってこんなのあったんだみたいなのよくあるので、皆さんは気をつけて、はい、あらかじめ調べて早めに行きましょう。はい、あるある3つ目ですが、飛行機が遅れてキックオフギリギリにスタジアムに着くということなんですけど、私は飛行機の遅れでなんかギリギリになったっていう経験はないんですけど、これは結構遠方の遠征先とかやっぱ北海道の人とかだったらあるあるかもしれないですね。特になんか LCC とかはちょっと怖そうだなっていう感じがします。そう、私飛行機はないんですけど、なんかみんなで車で行った時に本当にキックオフ2分前とかにスタジアムというか座席について本当にギリギリだったこととかはあるけど、難しいですね。なんか事故だったり、そうなんか予期せぬことが起きてスタジアム着くの間に合わないみたいなことはやっぱ誰しもあるのかなっていう感じですね。飛行機の遅れってやっぱり多分 1,2 時間ぐらいはかかりそうな気がしますよね。そう、こればっかりはなんか気をつけてっていうよりもうなんか運かなみたいなところはありますよね。はい、あるある4つ目ですが、忘れ物ないなって確認したけど、スタジアム着いた時にタオマフ忘れたことに気づいたことということなんですけど、これ結構皆さんあるあるかもしれないですが、なんかタオマフってちょっと忘れ物に上がりがちというかそう、私も経験があって、なんかこう立ち見席のゴール裏行った時に手すりがあって、手すりに2本ぐらい巻きつけて試合終わってなんか気づかずに帰っちゃったんですけど、それでなんか試合終わったなんか何週間後ぐらいとかに気づいて、遅いですよねそう、なんかやばい、タオマフないじゃんと思って時すでに遅しって感じでしたけど、はい、ちょっとなんかタオマフは忘れがちなんで皆さん気をつけましょうっていう感じです。なんですかね、なんかユニフォームは忘れたことないけど、タオマフはなんか忘れがちっていう不思議な感じですが、皆さんどうでしょうはい、
あるある5つ目ですが、地元の気温、遠征先の気温、応援してる時の気温を考えると何を着ていけばいいのかわからないっていうことなんですけど、これ、私もあれですね、札幌行った時とか、はい、わからないですね。なんか特に夏とかだったらまだいいんですけど、冬が多分こっちの気温と向こうの気温、段違いに違いすぎて、どうしたらいいんだろうみたいな気温差がすごすぎて。こっちはまだ本当のコートとか着なくても大丈夫な気温だったりするけど、向こう行ったら本当に寒いから、コート持ってかなきゃいけないとか、服装が難しかったりしますね。札幌ドームだったら、気温があったかいけど、逆に北海道の人がね、こっち来た時に何着たらいいかわかんないっていうのはあるあるかもしれないですね。服装、何を持っていけばいいのかわからない問題ですよね。で、その後ね、多分気温差で風邪ひくっていうね。あるあるな気がする。風邪ひくとこまでセット。難しいですね。夏とかだったらまだあれですけど、春先とか冬とかわかんない。やっぱり本州と北海道とかだと特に気温差が激しいのでね、難しいかな。でも応援してる時はやっぱゴール裏だったら多分飛び跳ねるからもう半袖でいいんじゃないのっていう話なんですけど、座って見てる人とかは結構難しいかもしれないですね。あるある6つ目ですが、日曜日の試合は帰りの飛行機に乗り遅れたり飛ばなかったりしないか心配なので土曜日開催だと嬉しい。いや、これはそうですよね。飛行機に限らず結構公共交通機関止まるんじゃないかって心配になったりするので、やっぱ土曜日に試合終わって日曜余裕を持って帰れるだと助かるかなっていう感じですね。一回日曜の夕方に札幌ドームで試合があって日帰りで、もう月曜日仕事だから日帰りで行ったんですけど、その時台風かすめるかもみたいな感じで飛ぶか飛ばないかみたいな微妙なとこだったんですけど、ギリギリ飛んで帰ってこれたからよかったけど、ずっとヒヤヒヤしてましたね。試合中もやばいし、飛行機飛ばなかったらこれ今日帰れないと思ってヒヤヒヤしましたね。でね、帰りの飛行機がその時札幌対鹿島の試合だったんですけど、鹿島の選手と同じ飛行機でしたね。JAL じゃなくて ANA だったんですけど、帰りの飛行機選手と同じで、その時所属してたレオシルバ選手と写真撮ってもらいました。どうでもいいんですけど、土曜開催だとちょっと気持ちに余裕ができるかなっていう感じですね。はい、あるある7つ目。遠征先でよく道を聞かれるということなんですけど、これは皆さん経験ございますでしょうか？私は聞かれたことないんですけど、もし聞かれても遠征先だから、ちょっとわかんないですみたいな感じですけど、よく聞かれるってことは多分その人がね、優しい雰囲気を醸し出してるってことで、素晴らしいと思います。遠征先なんて地元じゃないのに、どうやって答えるんだろうっていう感じですけど、すごいですね。よく道を聞かれるって。はい。あるある8つ目ですが、観光を詰め込んでハードなスケジュールになりがち。いや、これはしょうがないですよ。メインは遠征なんで、遠征のついでに観光みたいなことはよくあります。やっぱ1泊2日とかだと、初日に遠征で、2日目観光で、夕方ぐらいまで観光して、そこから帰るみたいなのはよくありますね。だから、もう1泊できたらいいのになとか。やっぱ前乗りして行ったらいいのになとかあるけど、やっぱ予算とか時間の都合で1泊2日とか、日帰りだとほとんど観光する時間がないけど、やっぱ遠征が主軸だから観光は後で入れられるところに入れるみたいな。でよく考えたらずっと移動してるハードスケジュールみたいなのはあるあるかなっていう感じです。あるある9個目ですが、ペットボトル持ち込み可能かどうか必ず調べるということなんですけど、これ結構大事ですよね。大体500ml のペットボトルだったら持ち込み可能なところがほとんどですけど、札幌ドームとかはペットボトルダメだったりするので、移し替えとか、あとは600ml 以上は持ち込みできませんって言ってるところとか、今は違うけど、昔鹿島とかが
多分ペットボトルのキャップ外して、入ってくださいとか、よくわかんないルールがあったりするので、これはね、ビジターサポーターの皆様へってなんか多分試合の数日前とかに出てくるので、ちゃんと相手のホームページ、相手のチームのホームページとか見て確認した方がいいかなとは思います。はい、あるある10個目ですが、行きは楽しい、帰りも楽しいのは勝った時だけということでこれはあるあるですよね。なんか、行きはもちろんね、まだ始まってないから、ドキドキワクワクで、向かってる道中楽しいけど、帰りはね、負けたら最悪ですよ。しかもなんか雨降った時とか、ほんと最悪、もう服びっちょびちょじゃんと思いながら。ね、これ勝ったら別になんか服びっちょびちょでも気になんないし、帰りのね、移動とかも別に苦じゃない、なんかウキウキルンルンで帰れるんですけど、ほんとね、負けたら最悪なんですよ。負けたら帰るのもめんどくさいし。ね、もう雨だったら本当に最悪みたいな。もう早く風呂入らしてよみたいな。もうイライラムカムカしたりするけども、勝ったらね、そんなのね、すべてもうオールオッケーみたいな感じのテンションではありますよね。でもそれだけね、勝ちって嬉しいんですよ、本当もう帰り道のテンションがね、左右される、本当に。はい、あるある11個目ですが、ホームとチケットの買い方が違って発売日に焦るということなんですけど、これめちゃめちゃわかりますよ。なんか J リーグチケットで買えるとこならまだいいんですけど、なんか J リーグチケットで発売が少なくて、なんか他のところで買わなきゃいけないみたいなところとかだと、どうやって買うんだっけみたいな。あと、大体ビジターチケットだと、一般発売日に発売されることが多いんで、一般発売日を調べておけば、大体いけるんですけど、そうですね。なんか一般発売日で、なおかつなんか J リーグチケットで売ってないようなチームとかだと、なんか焦りますよね。はい。あるある12個目ですが、これもチケット関連ですけど、チケット発売日時には仕事中でもトイレに行くという。これね、社会人あるあるじゃないですか。そう、なんか私も会社員で出社してる時とか、大体ね、もうチケットの発売日朝の10時とかなんですよ。朝の10時なんて忙しいじゃないですか、多分みんな。9時58分か9分ぐらいにトイレに駆け込んで、シャ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 って、もう J リーグチケット開けてブーって買っちゃうみたいな。あるあるですね。でも買い終わったらもう涼しい顔してトイレ出てくるっていうね。いやもうそう、もうね、10時ちょうどに発売して買えないとまずいチケットとかは、もう本当にもう急いでトイレ駆け込んで、もうチケット確保しないといけないので、もうなんかその1、2分前に席立てるかどうかが運命を握ってるって感じですかね。ちょっとこれが最後にしようかなと思うんですけど、空港やアウェイの地とかで同じ赤黒のサポーターを見かけたら挨拶するとか、なんか会釈するとかそういった方が多かったですね。いや、なんかちょっとコミュ障なんで見つけてもなんか自分からご挨拶するっていうのが、知ってる人とかだったらいけるんですけど、なんか知らない人でなんか赤黒の人いても、いるみたいなぐらいしかリアクションができなくて、なんかちょっと、もう会釈が限界みたいな感じなんですけど、皆さんなんかご挨拶される方が多いということですごいですね。確かになんか、これから遠征行くんだなっていう人を見かけたらね、めちゃめちゃ嬉しいですよね。なんかお互い頑張りましょうね、みたいな感じで声かけてる人いると、すごいなと思いながら、コミュ障なんで本当に会釈が限界です。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、全部ご紹介しきれなかったんですけど、皆さんから、ご回答いただいた J リーグ遠征あるある、ちょっと今回はこれで終了ということで、皆さんありがとうございました。またね、なんかこういう、質問の回答を募集するやつは、私のインスタグラムで、募集しますので、また何かありましたら、皆さんご協力お願いいたします。はい。ちょっとまだね、今シーズンは、オフシーズンが長いですけど、皆さんワールドカップとかで盛り上がって、もう少しオフシーズンを我慢して耐えましょう。はい。また来年よろしくお願いします。ありがとうございました。超グダグダ。